暑い夏にぴったりの怪談話をしていきたいと思います。怖い方は注意してください。それではスタート。今日話していく怪談話はすべて私が体験した怪談話です。なのでやらせとか一切ないので、怖くない人は怖くないと思いますのでご了承ください。ではまず最初の怪談話は白い女の人です。白い女の人、これは私が多分幼稚園生かな、小学校に上がる前くらいのお話でございます。私には2歳離れた弟がいるのですが、その弟は結構小さい時から無遊病というか、寝起きが悪くて、で、一回寝ちゃうとなかなか起きないタイプだったんですね。で、その弟結構私的にはその幼少期トラウマになるぐらいな無遊病さというか、急に夜中にむくっと起き上がって何かを唱えながら部屋中をぐるぐる回ったりとかするんですよ。これ本当の話で、もうちっちゃい頃の私はそんな弟が怖くてたまらなかったんですね。まあちっちゃかったので、まだ家族4人で川の字で寝ていたので、そんな時は私はお母さんかお父さんのところにギュギュッとしがみついて怖いって感じだったんですけど、まあなんかその階段、その弟が無遊病すぎて階段から落ちたりして夜間の救急に行ったりしたこともあったぐらいなんですよ。それで私はなんとなく弟がね、なんか取り憑かれてんじゃないかなっていう風に小さいながらに思っていたんですよ。まあ実際に取り憑かれていたかはわからないんですけど、そんなある日の夏の夜、ある日本当にふと夜中目が覚めてちらっと弟の方を見たんですよ。そしたら足から上だけの女の人が立ってたんですよ。本当に絵に描いたような白い着物を着て、髪の毛がもうバーって長くて、もう腰ぐらいまで前髪があるみたいな女の人が弟の足元に立ってたんですね。で、あまりにも私ですねはっきりと見えたので、何秒見えるか数えたんですよ。本当に見えた時ってよく怖くないとか言うじゃないですか。それだったのかなって今はちょっと思うんですけど、その時はあんまりなんか怖さとか感じずに、純粋に絶対これ人間じゃないって思って、何秒見れるんだろうと思って数えたんですね。1、2、3、4、5まで数えた時に私が瞬きをしたんですよ。そしたらその女の人が消えてたっていうお話です。伝わったかな結構話すの難しいですね、怪談話って。怖いの苦手なんですけど見るのは好きで、怪談話を見るのが好きなので、徳森ザウルスさんとか YouTube で見たりしてるんですけど、やっぱ話すの上手なんだなって今しみじみわかりましたまあでもそういうお話がありました。そう、なんか私の実家の方は結構そういう幽霊とかの目撃情報があるお家だったので、弟以外は
身が体験した話というよりかは、私の家族が体験したお話です。まだ小さかった時ですね。私の家は2世帯住宅だったんですが、1階におばあちゃんおじいちゃん、2階に私の父と母と、私と、弟が生まれる前だったかな、生まれた後かな2階に私とお母さんお父さんと弟が住んでいて、で、まだ小学校ぐらいの時までは私のおばさんですね、おじいちゃんおばあちゃんの娘が2階に住んでたんですよ。で、その住んでた場所っていうのが、私たちが将来使うはずの子供部屋におばさんたちが住んでたんですね。で、2階のフロアがリビングと、ちょっと長細い廊下がリビングにあるんですけど、その廊下にトイレがあって、で、リビングを挟む扉があって、向こう側にお風呂場洗面所、そしてその子供部屋が2つあるっていうちょっと変わったお家なんですけど、その扉の向こう側、つまりそのトイレが近くにあるんですけど、トイレの手前にトイレがあって、その扉の向こう側にお風呂と洗面所と子供部屋っていう感じなんですね。で、その子供部屋に私のおばさんたちが小さい時に使って住んでいたんです。ちょっとややこしいんですけど。で、その子供部屋のこのトイレの手前の仕切り、扉の向こう側が、私ちっちゃい時ものすごく怖くて、そのお風呂場の方ですね、洗面所の方の扉の向こう側に一人で行けなかったんですよ。で、何が怖いかよくわからないんですけど、なんか一人で行きたくないなーってずっと思っていたんですよ。そんなある日のこと、おばさん2人いるんですね。2人いて A と B ってことにしましょう。 A が1個目の子供部屋、 B が2個目の子供部屋に住んでいました。その A のおばさんから急に私にですね、さっきさ、寝てた私のことを起こして遊ぼう遊ぼうって言ってきたじゃん。でも断っちゃってごめんねみたいな、今から遊ぼういいよみたいな風に言われたんですね。で、ちっちゃかった私は何のことか全然わからなくて、遊ぼうって言ってないよみたいな。もちろんなんでかっていうと、その扉の向こう側に私一人で行くのがもう怖かったから、遊びたくてもその扉の向こう側に一人で行くことはなかったんですよ。だから私自分のことをまーちゃんって呼んでたんですけど、まーちゃん怖いからそっち側には行かなかったよみたいな。一人ではまーちゃん内側には行かないし、そんなこと言ってないよって。でも遊びたいから遊ぼうみたいなことをその A のおばさんに言ったんですね。そしたら、おかしいなみたいな。私寝てた時にわざわざ私の上に乗っかって遊ぼう遊ぼうって言ってきたし、足とかまで引っ張られたけどなーって言ったんですよ。でもその話がもう家中に広まって、私と同じぐらいの女の子の霊がいるんじゃないかみたいな、それは誰だったのかみたいななったんですね。で、そんな噂が立ってしばらくした後に、今度は B のおばさんから私に言われたんですよ。また同じこと。さっき寝てたけど、 B は寝てたけど起こしに来たよねって。で、遊ぼうって言ってきたじゃんって。足引っ張ってきたでしょって言われたんですよ。
けど、もちろん私は引っ張ってないし、そこには一人で行けないよっていう話をまたしたんですね。ちっちゃい頃に。で、さすがに立て続けに2回、その2人のおばさんが全く同じことを経験したから、やっぱりなんか、その扉挟んだ向こう側には何かいるんじゃないかっていう。で、その何かっていうのが、その頃の私と同じくらいの年の女の子がいるっていう風に言われていました。ちょっと思い出しただけで鳥肌が立つ。これも私の実体験の怪談話です。本当にあったよ。本当にちっちゃい頃めちゃくちゃ怖くて、本当にその扉の向こう側に一人で行けなくて。でも歯磨きとかで行かなきゃいけないじゃないですか、洗面所とか。行くときは絶対扉を開けてたんですけど、その扉が結構ギシギシ言う扉で、開けるときって言うんですよ。で、立て付きが悪いのか勝手に閉まってっちゃうんですよ。だからぐちゅぐちゅペーしてる間に勝手に閉まると、もう扉の向こう側で大声で動けなくなって叫ぶみたいなことがよくありました。で、少し大きくなって聞いた話ですが、これは私のおばさん2人が、実際に体験した話ですが、おばさん以外にも私のおばあちゃんもその子供部屋の真下におばあちゃんたちの寝室があったんですけど、そのおばあちゃんとおじいちゃんもなんか足を引っ張られたんだみたいな話をしていたみたいです。そして私のお母さんもなんとなく子供の幽霊がいるのかなっていう気配を感じ取っていたみたいですね。はい。というのが2つ目の怪談話です。話が進むにつれてちょっとずつ怖くなっていくと思います。これが今2つ目。全部で5個あります。どうでしょうか。では次の話です。どうぞ。このお年玉、誰からの？今までのお話は結構幼少期のお話でしたが、次のお話は私が小学校5年生くらいの時のお話です。12月31日の夜、毎年のようにですね、紅白歌合戦を見て、で、除夜の鐘を聞いて、やったー、年越しだと思って布団に着いたわけですね。で、私イベントが結構好きで、私の実家は結構そういうイベントをちゃんとやってくれるお家だったので、特に日本の行事ですね、お正月とかはちゃんとやってたので、お正月すごい楽しみにしていたんですね。で、明日はお年玉もらえるし楽しみだなみたいな感じで寝ていたんですよ。で、この時使っていた部屋はさっきお話ししたおばさん A が住んでたお部屋がもう私の子供部屋になっていました。もう私が小学校5、6年の時にはおばさんは家を出て一人で暮らしていたので、私はそこに住んでいました。ね、もうこの時にはあんまりね、自分の部屋に対して若干怖さはあったけど一人でね過ごせるくらいにはなっていました。で、そんなね、お正月の次の日、朝1月1日目覚めました。で、リビングへ向かおうと思って自分の部屋の扉を開けたら、その部屋の扉開けた横にお布団とかが入るタンスクローゼットがあるんですね。で、そのクローゼット私あんまり好きじゃなくて、っていうのも私よりもすごく大きいサイズの人形がしまってあるお部屋、クローゼットだったんですね。だから私はそのクローゼットを絶対に閉めて
ったんですよ。自分の部屋に向かいます。扉があります。その手前にクローゼットあります。若干空いてました。そしたら絶対に閉めて寝るみたいなルーティンがあったんですね。で、その中、朝起きて自分の扉をガチャって開けたら、そのクローゼットの扉の隙間に、お年玉が挟まってたんですよ。で、と思って。5年生ながらに今まで生きてきた中で、こんなお年玉の渡され方したことないって思ったんですね。で、なんでこんなとこにお年玉挟まってるんだろうなって思いながら、とりあえずリビングに行って、おはようみたいな、明けましておめでとうって言って、私の部屋の前のクローゼットにお年玉挟まってるけど、誰が挟んだのって聞いたら、家族全員、みたいな。そんなとこにお年玉入れてないよってなったんですよ。そうです。誰が入れたかわからないお年玉が、私の部屋の前のクローゼットの隙間に挟まっていたことがあったんです。でもこれは怖い話なんですけど、お年玉を挟んでくれてた私はご先祖様かなって勝手に思っていて、で、ちゃんとお金も入ってたんですね。5000円くらい。だから、誰だろうっていう、本当に不思議な話で、でも誰でもないんですよ。ちゃんとその後、おじいちゃんおばあちゃんからもお年玉を別でもらってるし、っていうお話でした。これは今でも誰が挟んだお年玉かわからないです。っていうお話でした。では次、4つ目です。聞こえる足跡と吠える犬。個人的にこれが一番怖い話です。時はより進みます。私が高校生の時のお話です。もう皆さんお分かりの通り、私の実家の部屋には、何かしら起きるお部屋というか、ちょっと個人霊っぽいものが起きやすいお部屋ではあったんですね。で、そんな、ある日、私高校生の時結構部活やって、で、塾も行って、勉強して、朝始発で行って、みたいな、疲れる生活を送っていたので、金縛りに遭いやすかったんですね。で、高校生の時に初めて金縛りに遭ったので、めちゃくちゃ怖くて、で、怖いな、今日も金縛りに遭ったら嫌だな、みたいな感じだったんですよ。で、本当にある時、本当に1週間ぐらい連続して毎日金縛りに遭う時があったんですね。で、もう慣れてきちゃって体が、また金縛りかって。で、やっぱ金縛りに遭ってる時って、それを振りほどこうとしちゃうんですよ。振りほどこうとすればするほど、振りほどけなくて苦しいんですけど、気づいたら、その金縛りが解けてる、みたいな感じだったんですね。けど、その1週間だけはいつもの金縛りと違くて、足音が聞こえる気がしてたんですよ。その金縛り中に。その足音が、玄関から2階に上がるその階段を登る足音が聞こえる気がするんですよ。で、私のお父さんが結構朝方帰ってくる時もあって、夜勤で働いてたので、本当に3時とか2時とかに帰ってくる時もあって、で、そういう時は本当に朝方、本当に足音が鳴ってるんですよ。その感覚に近くて、最初は、お父さんかなって思ってたんですけど、
ずお風呂入ったり手洗ったりするので、洗面所の方に来るんですね。洗面所の方に来て水を流したりするので、私の部屋からその音が聞こえるんですよ。だから洗面所を使ったら、お父さんだなっていうのがわかるんですけど、あれ、金縛り中の足音、洗面所行ってないな。で、金縛り解けた後の足音は洗面所行ってるな、みたいな。で、じゃああの足音は誰の足音なのってなったんですね。でも泥棒じゃなければいいなと思いながら、そっちの怖さでね、ビクビクしてたんですけど、その一週間の日が進むにつれて、階段を登るところから私の部屋まで足音がだんだん日に近づいてくるんですよ。で、もう怖くなって一人じゃちょっと寝れなかったんですね、自分の部屋で。近づいてくるので毎日足音がちょっとずつ。だから私は考えたんです。犬と一緒に寝れば怖くないんじゃないかと。でですね、その日の夜は実家で飼ってるワンちゃんと自分の部屋で寝たんですね。で、ワンちゃんはいつも私の部屋で寝てないから、こう部屋から出ようとするんですけど、もうそこを無理やりね、抱っこして寝たんですよ。そしたらしばらくは一緒に寝てくれました。けど、また金縛りにあったんですよ。で、金縛りにあったって思って。けどなんか、近くに生き物がいたりすると結構、ふわって溶けたりすることがあって、その日はワンちゃんがいたので、ふわって溶けたんです。溶けたのに足音がするんですよ。で、その日の足音は私の部屋までは来てないんですけど、私の部屋、その洗面所とリビングをつなぐキーってなる扉のキーまではなったんですね。ここまで来たわって思った時に、犬が急にむくっと起きて私の部屋の扉の入り口をじーっと見るんですよ。で、こうやって首を動かし始めたんですよ。部屋の入り口からずーっとこうやって目線を動かして、私のベッドの目の前でまで顔をこうやって動かしたんですよ。それで目の前に顔が止まった時に犬がワンって吠えたんですね。でもめちゃめちゃ怖くて、いいと思って、そんな怖いことあると思って、そしたらもう犬が狂ったように私の部屋から出たいっていうモードになっちゃって、で、もうこうなったら止められなくて仕方なくお母さんたちの部屋に犬を戻しに行ったんですよ。その後自分の部屋で一人で寝たのはもうめちゃめちゃ怖かったです。これがね、中間地点です。一週間のうちの。で、最終日ですね。マジで怖かったんですけど、寝ててまた金縛りにあって足音が聞こえます。扉キーって開きました。本当にスタ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 っていう足音聞こえました。私の部屋の前まで来たんですよ、足音が。で、ついに来たって思ったんですね。で、今までその音しか聞こえてなかったんですよ。それ以外の音は特に聞こえてないです。けどその最終日に限っては救急車の音が聞こえたんですよ。ピーポーピーポーって聞こえて、で、聞こえた途端にほんと嘘かと思うんですけど、体の上がぐっと重たくなって、苦しいっていう風に聞こえたんですよ。それが私の実体験の中で一番怖かった怖い話です。嘘かと思うと思いますが、本当の話です。私も嘘かと思うんですけど、嘘であってほしいですっていうお話です。どうでしょうか？怖かった。
してるこのお家の方が全然いいですね。はい。というわけで、最後の怪談話、お聞きください。スタート。鏡の前に置かないで。これは私が今住んでるこのお家で起きたことです。実家を出てからそういう心霊現象とかは結構縁遠い話になっていたんですけれども、最近ですね、一人暮らしをしているのに YouTube でまた怖い動画を見始めてしまったことがきっかけですね。完全に夏だし怪談話の動画が多くなるじゃないですか。それで誘惑に負けてつい見てしまいました。で、最初は全然平気だったんですけど、だんだんね、夜一人で寝るのが怖くなっていったんですよ。で、夜2時間おきぐらいに目が覚めるようになっていっちゃって、これは良くないぞっていうことで、怪談の YouTube を見るのをやめました。けど、なんかやっぱ怖いのを引きずっちゃうタイプなので、怖いなーって思いながら過ごしていたんですが、そういう時に限ってなぜかカメラのピントが合いづらくなるんですよ。概要欄を見てくださってる方はわかるかもしれないんですが、本当にピントが全然合わない時期があって、最近カメラのピントが合いづらいみたいな真夜中の一言っていうところに書いてあるので、ぜひ探してみてください。ちょうどその時ですね。で、なんでかなって、暑いからかなって思ってたんですけど、でも今日別にそんなにピント合ってないわけじゃないじゃないですか。本当にその時なんですけど、ある夢を見ちゃうんですね。最近カメラのピントが合いづらいな、なんでだろうな、みたいな思ってた時に、夢の中で私の部屋が出てきて、ロフトがあるんですけど、ロフトの階段の下に鏡を置いていて、その鏡の前に今のこの撮影のところがあるんですね。そこにカメラを置いていたので、カメラと鏡が向かい合う状態で置いていたんですよ。そしたら夢の中でその鏡からなんか人影が出てきて、なんか小さい女の子の人影だったんですけど、鏡の前にカメラを置かないでって言われたんですね。で、ちょっと怖くて起きちゃって、みたいな。で、なんかめっちゃ怖い夢見た。怖かったなーって思って、しばらく経ってから、あれ？そういえば私、本当に鏡の前にカメラ置いてるじゃんって思ったんですよ。で、めちゃくちゃ怖くて、と思って、そんな夢と現実が一致することあるって思ったんですけど、言われた通り、鏡前からカメラをどかすようにしたんですね。そしたら、なんとピントが合いづらいのが治ったっていうお話です。いかがでしたでしょうか？これが最後のお話です。最後はね、ちょっと軽めかもしれないんですけど、この家で実際に起こったお話なので、自分的には結構怖かったです。皆さんの怖い話もぜひコメントで教えてください。あと、私の実体験、どうだったか感想もぜひお待ちしてます。あんま怖くなかったよっていう人も、怖かったよっていう人も、これは実体験ですが、過去のお話なので、ぜひ安心して眠りについてください。寝にくくなっちゃったかな以前にも怪談の皆さんから募集した怪談話の ASMR をやったので、今回は私また浴衣に着替えまして、自分の本当にあった怖い話をさせていただきました。というわけで、皆さんまだまだ暑いですが、良い夏をお過ごしください。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。最後まで見てくれてありがとね。おやすみ。